レッスン1、時間と交通。こんにちは、アンナ、午後4時30分です。あなたのはどうですか？ジョンさん、こんにちは。午後5時に出発します。チケットは持っていますか？はい、オンラインで購入しました。便利で時間の節約にもなります。それは素晴らしいアイディアだ。それは次回のために覚えておかなくちゃ。間違いなく、オンライン予約は様々なサービスで人気が高まっています。私も同感です。価格を比較して最適なオプションを選択する方が簡単です。さらに、長蛇の列や物理的なチケット発行の手間を省くことができます。絶対に。このような時間節約ソリューションは私たちの生活をより効率的にします。時間といえば、この街で公共交通機関を使ったことはありますか？はい、あります。ここではバスと地下鉄のシステムはかなり信頼できます。それは知っておくと良いことです。タクシーの代わりに公共交通機関を使うことを考えている。賢い選択です。公共交通機関は費用対効果が高く、環境に優しい場合があります。目的地の近くに地下鉄の駅があると聞きました。ナビゲートは簡単ですか？はい、地下鉄の接続は良好で、英語の標識もあります。それは安心です。馴染みのない街で迷子になりたくない。心配しないで、ジョンスマートフォンのマップアプリをいつでも使用してガイダンスを得ることができます。それは本当です。テクノロジーのおかげでナビゲーションがずっと簡単になりました。絶対に。私たちの生活をより便利にするために、自由に使えるツールはたくさんあります。また、特に旅行中は、時間管理に注意することが不可欠です。時間は貴重です。事前に計画を立てることで、時間を最大限に活用できます。私も同感です。時間厳守で組織化することで、私たちはより多くのことを成し遂げることができます。そのため、輸送スケジュールを把握し、それに応じて計画を立てることが重要です。まさに、準備を整えることで、よりスムーズでストレスの少ない旅が保証されます。ジョンさん、出発時刻を確認して、チケットを用意してください。ありがとう、アナ。時間通りに行って、公共交通機関を有効に利用するようにします。どういたしまして、ジョン、安全な旅をして、新しい街での体験を楽しんでください。アンナさん、アドバイスありがとうございます。状況がどうなっているかについては最新情報をお伝えします。気をつけて。レッスン2、緊張への対処。アンナさん、こんにちは。明日は重要なプレゼンテーションがあり、本当に緊張しています。こんにちは、ジョン、わかりました。プレゼンテーションは怖いものです。あなたはどう？はい、本当に緊張しています。同僚に良い印象を与えたいです。重要なイベントの前に緊張するのは自然なことです。深呼吸をして、落ち着いてください。それは良いヒントです。神経をコントロールするのに役立つリラクゼーションのテクニックを試してみるよ。もう一つの便利な方法は、プレゼンテーションを何度も練習することです。
自信がつきます。それは理にかなっています。素材に馴染めば慣れるほど、より心地よく感じる。まさに、準備が重要です。内容を完全に把握していることを確認してください。また、成功した結果を視覚化してみます。不安を少し和らげるのに役立ちます。視覚化は強力なツールになり得ます。自信を持ってプレゼンテーションを行う自分を想像してみてください。やってみるよ。ポジティブ思考は我々の業績に大きな影響を与える。絶対に。経験豊富なスピーカーであっても、誰もが緊張することがあることを忘れないでください。それが分かって心強い。このように感じているのは私だけではありません。間違いなく。そして、休憩をとって、リラックスできるアクティビティに参加することを忘れないでください。良い点です。健康に気を配ることは、私の全体的な自信につながります。結果を気にしすぎるのではなく、プロセスに集中することが不可欠です。それを心に留めておくよ。神経質にこだわらないで、明確なメッセージを伝えることに集中するよ。それが精神だよ。ジョンポジティブであり続け、自分の能力を信じてください。ありがとう、アナ。あなたのアドバイスは私の神経を少し和らげてくれました。どういたしまして、ジョン。私はあなたを信じている。プレゼンの成功をお祈りします。アンナ、あなたのサポートに感謝します。全力を尽くすよ。どうなるか教えてあげよレッスン3、道順を教える。アンナさん、こんにちは。ここから図書館に行く方法を知っていますか？こんにちは、ジョン。はい、ほんの数ブロック先です。まっすぐ3ブロックほど歩いてください。わかった。だから、同じ方向を3ブロック続けなきゃいけないんだ。ありがとう。その通りだ。左側に図書館が見えます。パーフェクト。途中で他に気をつけることはありますか？実は、図書館のすぐ前に美しい公園があります。見逃すわけにはいきません。ああ、それはいいですね。ちょっと時間をとって、景色を眺めてみるよ。それだけの価値があります。公園はリラックスして新鮮な空気を楽しむのに最適な場所です。あなたがそれを言ってくれて嬉しいです。ちょっと寄り道をして公園を探検します。それはいい考えだ。図書館まで歩くのがもっと楽しくなるよ。間違いなく、勉強前の散歩が楽しいのはいつもありがたいです。リラックスして心を清めるのに最適な方法のようです。絶対に、ウォーキングは考えをまとめ、集中力を高めるのに役立ちます。私は完全に理解しています。時々、景色の変化が脅威をもたらすこともある。それは本当です。ただ歩くだけでも違いが出るなんて驚きです。ところで、さらに情報が必要な場合や質問がある場合は、遠慮なく質問してください。ありがとう、アンナ。ご協力に感謝し、さらなる支援を申し出てください。
全く問題ありません。私はあなたがその地域をナビゲートするのを手伝うためにここにいます。ご親切にどうぞ。あなたの指導を頼りにできて嬉しいです。嬉しいよ、ジョン。スムーズな体験をしていただきたいです。あなたのサポートに感謝しています。君の指示には注意深く従うようにするよ。君が簡単に道を見つけられることは間違いない。図書館での時間を楽しんでください。ありがとう、アナ。それを最大限に活用するよ。じゃあまたね。レッスン4、バスに乗る。アンナさん、こんにちは。バスに乗って美術館に行く予定です。ルートはよくわかりません。こんにちは、ジョン。心配しないでください。ほとんどのバスには停留所ごとに画面と自動アナウンスがあります。それは心強いですね。次の停留所のために常に携帯電話をチェックする必要がなくなります。まさに、停留所が近づいたらバスが知らせてくれます。それは便利です。停留所を逃すことを常に心配しなくても、リラックスして乗り心地を楽しむことができます。特に馴染みのない地域では、バスでの移動がはるかに簡単になります。私も同感です。テクノロジーによって公共交通機関がより使いやすくなったのは素晴らしいことです。本当にそうです。これでナビゲーションに煩わされることなく、旅を楽しむことに集中できるようになりました。それは大きな安心です。ストレスなく街の景色や音を鑑賞できます。絶対に。公共交通機関を利用すると、街の日常生活をユニークな視点で見ることができます。それを体験するのを楽しみにしています。地元の文化に浸るには最高の方法です。間違いなく、様々な地域や街の多様性を見ることができます。それが私が旅行で好きなことの一つです。新しい場所を探検したり、異文化について学んだりします。個人の成長と視野を広げる素晴らしい機会です。これ以上は同意できませんでした。旅行は心を開き、世界に対する理解を広げます。また、自分のペースで街を探索するには、バスを利用するのが予算に優しい選択肢です。それは本当です。記憶に残る体験をしながらお金を節約できる。絶対に。さらに、地元の人々と交流し、彼らの視点から学ぶ機会もあります。私が最も楽しんでいることの一つは、さまざまなバックグラウンドを持つ人々とつながることです。理解を深め、有意義なつながりを築く素晴らしい方法です。この冒険に乗り出すことにワクワクしています。アンナ、アドバイスや励ましをありがとう。どういたしまして、ジョン。手伝えてよかった。バスに乗って、博物館で素晴らしい時間を過ごしてください。ありがとう、アナ。ご支援に感謝します。私はそれを最大限に活用するつもりです。気をつけて。レッスン後、シティパークを探索する。こんにちは、アンナ。あなたは都市公園に行ったことがありますか？訪れるには美しい場所だと聞きました。こんにちは、ジョン。はい、私はそこに行ったことがあります。
緑とレクリエーションエリアがたくさんある素敵な公園です。それは知っておくと良いことです。自然に囲まれて穏やかな午後を過ごすのが楽しみです。リラックスして新鮮な空気を楽しむのに最適な場所です。想像できます。公園には特定のアトラクションやアクティビティはありますか？はい、パドルボートをレンタルしてのんびりと乗ることができる大きな湖があります。それは楽しい活動のようですね。絶対やってみるよ。公園の美しさを別の視点から鑑賞するのに最適な方法です。それにはワクワクするよ。ウォーキングトレイルはどう？風光明媚な小道はありますか？絶対に。公園には手入れの行き届いた遊歩道がいくつかあり、のんびり散歩するのに最適です。それこそまさに私が必要としていることです。散歩をしたり、周囲を眺めたりするのが好きです。それならきっと気に入るはずです。公園からは美しい景色と穏やかな雰囲気が楽しめます。それは楽しそうですね。その美しさを捉えるために必ずカメラを持ってくるよ。それは素晴らしいアイディアだ。写真を撮る機会はたくさんあるでしょう。公園には湖や遊歩道以外に注目すべき点はありますか？はい、多種多様な植物や花が植えられている植物園があります。それは魅力的に聞こえます。自然の美しさとさまざまな植物種に感謝しています。自然愛好家やガーデニングが好きな人にとってはご褒美です。きっと植物園の探索に多くの時間を費やすでしょ時間をかけて、すべての瞬間を楽しんでください。見るべきものや感謝すべきことがたくさんあります。う。それだけやるよ。この素晴らしい公園を推薦してくれてありがとう、アナ。どういたしまして、ジョン、この隠れた一品をあなたと共有できて嬉しいです。あなたの知識と指導に感謝します。これは私の訪問にとって貴重な情報です。喜んでお手伝いします。ジョンさん、公園で素晴らしい時間を過ごしてくださいね。ありがとう、アナ。この経験を最大限に生かします。じゃあまたね。レッスン6、ガーデンを始める。こんにちはアンナ。私は庭を始めることを考えていました。家で植物を育てたいです。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイデアです。ガーデニングは、やりがいのあるリラックスできる趣味になり得ます。ワクワクしています。でも、どこから始めたらいいのかわからない。特定の物資は必要ですか？はい、植物を育てるには鉢が必要です。園芸店に行って買おう。それは計画のように聞こえます。きっといろんな鉢から選べるでしょう。絶対に。そこにいる間に培養土や肥料も手に入れることができます。いいアイディアだ。植物が育つためには、適切な栄養素を与えることが大切だ。間違いなく。店では、より健康的な庭を作るための厳選された有機肥料を取り揃えています。オーガニックオプションを優先してくれて嬉しいです。環境にもいいです。絶対に。
私たちが地球に与える影響を念頭に置くことは重要です。蜂や肥料以外に考慮すべき必需品はありますか？また、コテ、剪定バサミ、じょうろなどの園芸工具も必要です。なるほど。それらの道具は私たちが庭を維持し、良い状態に保つのに役立ちます。はい、植物の植え付け、剪定、水やりなどの作業には不可欠です。ガーデニングのテクニックを学び、植物の世話をするのが楽しみです。これは継続的な学習プロセスであり、進むにつれてより多くの知識を得ることができます。それも楽しみの一つです。私は新しいことを学び、試すことを楽しんでいます。ガーデニングは自然とつながり、達成感を育むのに最適な方法です。それが楽しみです。植物が育って繁栄するのを見るのはやりがいがあるだろ絶対に。努力の成果を目の当たりにするのはやりがいのある経験です。う。始めるのが待ちきれません。園芸店に行って物資を全部集めよう。計画みたいだね。ジョン、美しい庭を作るのに必要なものはすべて揃います。アンナ、あなたの指導と熱意に感謝します。皆さんのご支援に感謝します。どういたしまして、ジョン喜んでお手伝いします。この庭を盛んに成功させよう。間違いない。アナ、実現させましょう。園芸店で会いましょレッスン7、安全な旅行。アンナさん、こんにちは。エキサイティングな冒険に出かけたと聞きました。安全な旅行をするにはどうすればいいの？こんにちは、ジョン。私が旅行するときは常に安全が最優先事項です。私はいくつかの予防策を講じています。それは賢いことだ。あなたが推奨する重要な安全対策にはどのようなものがありますか？まず、私は常に目的地を調査し、現地の慣習や法律に精通しています。それは良い出発点です。情報を得ておくことで、不必要なトラブルを避けることができます。絶対に。また、予期せぬ緊急事態に備えて、旅行保険に加入するようにしています。それは賢いやり方だ。不測の事態に備えておいた方が良い。さらに、パスポートや身分証明書などの重要な書類のコピーも保管しています。それは素晴らしいヒントです。バックアップを取っておくと、紛失や盗難の際に多くの手間を省くことができます。はい、複製物をオリジナルとは別に保管することが不可欠です。それは絶対に覚えているよ。旅行中の安全を確保するために他に何かしていますか？私は常に周囲に気を配り、自分の本能を信頼しています。個人の安全は非常に重要です。それは本当です。警戒と慎重さは、潜在的なリスクや危険を防ぐのに役立ちます。絶対に。また、故郷の誰かとのコミュニケーション計画も必ず立てています。それは責任あるアプローチです。常につながり、最新情報を得ることが不可欠です。はい、私は定期的に家族や友人に連絡して、私が無事であることを知らせています。留守中も元気に過ごしていることを知っていると、
大切な人にとっては心強いものです。間違いなく。最後に、地元の人に溶け込んで、不必要な注目を集めないようにしています。それは賢い戦略です。現地の文化に適応することで、旅行体験を向上させることができます。はい、目的地への敬意と感謝の気持ちが生まれるのに役立ちます。今後の旅行に備えて、これらすべての安全上のヒントを心に留めておきます。アンナ、ありがとう。どういたしまして、ジョン。これらの洞察をあなたと共有できて嬉しいです。あなたの経験と知識は貴重です。ご指導に感謝します。喜んでお手伝いします。安全な旅は記憶に残る冒険につながるのを忘れないで。絶対に、アンナ。旅では安全を最優先にするよ。気をつけて。レッスン8、毎日の計画と食料品の買い物。アンナさん、こんにちは。今日の予定はありますか？食料品の買い物に行かなくちゃ。ジョンさん、こんにちは。決まった予定はありません。食料品の買い物はいいアイディアのようだね。素晴らしい。必需品を買いだめしないといけない。何か必要なものはありますか？実は、新鮮な果物や野菜を買わなくちゃ。それらは私の食事の主食です。それは健全な選択です。買い物リストにも必ず追加しておきます。栄養価の高い食品を優先することは常に良い考えです。他にリストには何がありますか？また、牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品も購入する必要があります。乳製品はカルシウムやその他の必須栄養素の優れた供給源です。リストにも追加します。乳製品を購入するときは、有効期限を確認することを忘れないでください。もちろん、鮮度は非常に重要です。購入前に必ず日付を確認しています。食料品の他に、掃除用品やトイレタリーを買うかもしれません。それは良い思い出です。生活空間を清潔で衛生的に保つことは重要です。はい、特に清潔さが私たちの健康にとって不可欠な時代には特にそうです。また、洗濯洗剤やトイレットペーパーなどの家庭用品も購入する必要があります。これらは欠かすことのできない必需品です。それらもリストに追加しておきます。準備を整え、品揃えの豊富なパントリーと家庭用品を用意しておくことは常に良いことです。絶対に、土壇場で店に急ぐ必要がなくなります。食料品の買い物をしようと考えている特定の店はありますか？私は大抵近くのスーパーに行きます。彼らは多種多様な商品を取り揃えている。便利そうですね。一緒に行って、一緒に買い物しましょう。それは素晴らしいことです。一緒に買い物をするのはいつももっと楽しいです。さらに、追いついて一緒に時間を過ごす機会を与えてくれます。間違いなく、おしゃべりしたり、お互いに楽しんだりする良い機会です。じゃあ、今日遅くにスーパーで会う予定を立てよう。計画みたいだな。あんなスーパーで会いましょう。
じゃあまたね。ジョン、食料品の買い物を生産的で楽しいものにしましょう。絶対に、アンナ。楽しみにしてるよ。また近いうちにお会いしましょレッスン9、パーフェクトなギフトを選ぶ。アンナさん、こんにちは。もうすぐ特別な日があります。完璧な贈り物を選ぶのを手伝ってくれませんか？こんにちは、ジョン。私は助けたいです。どんな機会で誰にプレゼントを贈るの？来週は妹の誕生日です。彼女に何かユニークなものを贈りたいです。それはあなたのことを思っているね。彼女の興味や趣味は何ですか？彼女は写真が好きで、旅行が大好きです。それらに関連するものを見つけたいです。旅行写真集やカメラアクセサリーはいかがですか？それらは素晴らしいアイデアです。彼女はいつも写真のスキルを向上させたいと思っています。また、パーソナライズされた旅行記やスクラッチオフの世界地図を検討することもできます。私はそれらの提案が好きです。彼女が旅を記録するきっかけになったもの。もう一つの選択肢は、写真雑誌やオンラインコースの購読です。それは素晴らしいアイデアです。それは彼女に新しい洞察と学習の機会を与えるでしょ後で会ってギフトショップを探検しましょう。一緒にインスピレーションを得ることができます。う。パーフェクトですね。あなたの意見は間違いなく私がより良い選択をするのに役立ちます。一緒にギフトを買うのはいつも楽しいです。彼女が気に入るものが見つかるよ。アンナ、あなたの助けに感謝します。あなたの創造性とアイデアはかけがえのないものです。喜んでお手伝いします。この贈り物を思い出に残る有意義なものにしましょう。これ以上は同意できませんでした。彼女が私にとってどれほど大切かを彼女に示すことは大切だ。お姉さんの興味や個性を反映した完璧なギフトを見つけます。ありがとう、アナ。ショッピングを楽しみにしています。私もジョンゴであって、この贈り物をする経験を特別なものにしましょう。絶対に、アンナ。またすぐにお会いしましょう。また、ご協力いただきありがとうございます。レッスン10、言語の壁を乗り越える。アンナさん、こんにちは。誰かとコミュニケーションを取るときに言語の壁を乗り越えなければならなかったことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、旅行中に言葉の壁に遭遇しました。難しいこともあります。想像できます。言葉の壁があるのにどうやってコミュニケーションを取ったんですか？最初は少し難しかったですが、非言語コミュニケーションが役に立ちました。ジェスチャーや表情のような非言語コミュニケーション？はい、その通りです。シンプルなジェスチャーや表情は多くの意味を伝えることができます。それは本当です。口頭でのコミュニケーションが限られている場合、非言語的手がかりがギャップを埋めることができます。さらに、地図や写真などの視覚教材を使用すると理解しやすくなります。それは賢いアプローチです。視覚補助はコンテキストを提供し、コミュニケーションを促進します。
また、現地の言語で基本的な単語やフレーズを使用すると役立つことも分かりました。いくつかのキーフレーズを学ぶことで、言語の壁を打破する上で大きな違いが生まれます。間違いなく、簡単な挨拶や感謝の言葉でも大いに役立ちます。母国語で他の人とつながろうとする敬意と努力を表しています。絶対に。人々は学び、彼らとコミュニケーションを取る意欲を高く評価しています。コミュニケーションを支援するために翻訳アプリやデバイスを使ったことはありますか？はい、複雑な会話に直面したとき、携帯電話で翻訳アプリを使用したことがあります。テクノロジーはリアルタイムの状況における言語ギャップを埋めるための優れたツールになり得ます。ただし、翻訳が常に正確であるとは限らないことを覚えておくことが重要です。それは妥当な点です。テクノロジーだけに頼るのではなく、補足として使うのが一番です。忍耐力を養い、様々なコミュニケーション方法を受け入れることが重要です。言葉の壁に対処するには、忍耐と適応力が不可欠です。前向きな姿勢とユーモアのセンスがあることも役に立ちます。前向きな姿勢は、フレンドリーで親しみやすいコミュニケーションの雰囲気を作り出すことができます。絶対に。笑いと笑顔は壁を打ち破ることができる世界共通言語です。言葉の壁を乗り越えるには、双方の努力と理解が必要です。それは本当です。それは共通点を見つけ、つながりを作る相互のプロセスです。アンナ、あなたの経験と洞察を共有してくれてありがとう。これは貴重な情報です。どういたしまして、ジョン、私たちの語学学習の旅に貢献できて嬉しいです。多様性を受け入れ、異文化から学び続けましょう。間違いない、ジョン。言葉の壁は正しい考え方で乗り越えることができます。アンナ、これ以上同意できない。これからもコミュニケーション能力を向上させていきましょ絶対に、ジョン。力を合わせれば言葉の壁を取り払い、理解を深めることができます。う。よく言った、アナ。これからも学び続け、成長していきましょレッスン11、ストリートフードを探る。こんにちは、アンナ。おいしい屋台の食べ物を食べたことがありますか？こんにちは、ジョン。はい、旅行中に食欲をそそるグリルケバブを食べました。グリルしたケバブは素晴らしいですね。他にどんなストリートフードを試しましたか？柔らかい肉と新鮮なトッピングが入った風味豊かなタコスも食べました。タコスは定番のストリートフードです。ユニークなフレーバーは食べましたか？はい、グリルしたサボテンやスパイシーなサルサなど、エキゾチックなフィリングが入ったタコスを食べました。それは冒険的ですね。新しくてユニークなフレーバーを試すのが大好きです。ストリートフードは地元の料理や文化を体験するのに最適な方法です。絶対に、まるで街の本物の味を味わうようなものです。チーズと肉が入ったサクサクで美味しいエンパナーダも食べました。エンパナーダはラテンアメリカの多くの国で人気があります。
とても美味しいです。そして、焼きたてのパンの食欲をそそる香りを忘れないでください。ああ、焼きたてのパンの香りがたまりません。また、シナモンシュガーでコーティングしたチュロスのような甘いお菓子も食べました。チュロスは私の個人的なお気に入りです。甘いおやつだよ。露天商の爽やかなフルーツスムージーを食べずにはいられませんでした。フルーツスムージーは暑い日に喉の渇きを癒すのに最適です。絶対に。フレーバーやコンビネーションのバリエーションは無限です。お気に入りの屋台や屋台はありましたか？最も素晴らしいファラフェルラップを作ったベンダーがいました。ファラフェルのラップは美味しいです。味と食感の組み合わせが大好きです。まさに、サクサクのファラフェル、新鮮な野菜、ピリッとしたソースが絶妙にブレンドされています。ストリートフードは本当にユニークな料理体験を提供します。鮮やかな色から食欲をそそるアロマまで五感を刺激します。その話をしているだけでお腹が空いてきます。ストリートフードをもっと食べるのが待ちきれません。様々な場所に旅行するときは、ストリートフードを探索することは必見です。地元のフードシーンに浸るのに最適な方法です。間違いなく、一口食べるたびに物語が語られ、心に残る思い出が生まれます。アンナ、ストリートフードの体験を共有してくれてありがとう。楽しかったよ。どういたしまして、ジョン。私のフードアドベンチャーを皆さんと共有できて嬉しいです。これからもストリートフードの多様な世界を探検し、味わいましょ絶対に、ジョン。いつも新しいものや美味しいものを発見できるよ。う。アンナ、これ以上同意できない。味覚を刺激し、満足させ続けよう。今後、食欲をそそるストリートフードの冒険がもっとたくさんありますように。乾杯、アンナ。世界の味を堪能しよレッスン12、思いがけない場所で避難所を探す。う。アンナさん、こんにちは。外出中に避難所が必要になったことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、激しい雨が降り始めた時がありました。ああ、いや、雨から身を守るために何をしたの？幸いなことに、近くに居心地の良いカフェを見つけ、そこに避難することにしました。それは幸運なことです。カフェは、避難所を見つけて温かい飲み物を楽しむのに最適な場所であることが多いです。まさに、温かいコーヒーを注文して、雨が止むまで落ち着いた。コーヒーは雨の日のお供にぴったりですね。確かにそうだった。カフェの雰囲気はとても居心地が良く、心地よかったです。カフェの仲間と何か面白い会話をしましたか？はい、隣に座っているフレンドリーなカップルと会話を始めました。それは素晴らしいです。カフェは、新しい人と出会うのに最適なスペースです。
結局、お気に入りの本についておしゃべりをしたり、おすすめを交換したりしました。シェルターのようなシンプルなひとときが、いかに有意義な交流に変わるかは驚くべきことです。絶対に。予期しない状況が美しいつながりにつながることもあります。カフェで面白い特徴や装飾を見つけましたか？はい、カフェには居心地の良いアームチェアと本棚があり、魅力的なヴィンテージ調の装飾が施されていました。ヴィンテージの装飾が独特でノスタルジックな雰囲気を醸し出しています。壁には美しいアートワークが飾られていることにも気づきました。アートワークは全体的な体験を高め、空間に活気をもたらすことができます。それは本当にカフェの居心地の良い雰囲気を醸し出しました。滞在中に美味しいペストリーやスナックを食べましたか？そうそう、食欲をそそるチョコレートケーキにふけるのは我慢できませんでした。チョコレートケーキは雨の日に楽しむのに最適なおやつのようですね。本当に神聖でした。濃厚なチョコレートとしっとりとしたケーキの組み合わせは最高でした。想像しているだけでお腹が空いてきます。カフェにはデザートが一番おいしいことが多い。彼らは本当にそうします。甘党を満足させるのに最適な場所です。アンナ、あなたの経験を共有してくれてありがとう。楽しい脱出のようですね。どういたしまして、ジョン。本当に思い出に残る心地よい瞬間でした。思いがけない安らぎと安らぎのひとときを忘れずにお楽しみください。間違いない、ジョン。ゆっくりしてシンプルな楽しみを楽しむことを思い出させてくれます。絶対に、人生のちょっとした驚きが私たちの旅を一層特別なものにしてくれます。本当です。思いがけない場所で避難所を見つけることに常に心を開いておきましょう。アンナ、これ以上同意できない。セレンディピティの美しさを満喫しよう。思いがけない瞬間に安らぎとつながりを見つけるためにここへ。乾杯、アンナ。これからも人生の小さな驚きを受け入れていきましょう。レッスン13、スマートマネー管理。アンナさん、こんにちは。お金の管理方法に関する興味深いヒントを見つけたことがありますか？ジョンさん、こんにちは。スマートマネー管理に役立ついくつかの戦略を学びました。それは面白そうですね。何かアドバイスはありますか？重要なヒントの一つは、予算を立て、経費を定期的に追跡することです。予算編成は確かに重要です。お金の行き先を常に把握するのに役立ちます。もう一つのヒントは、毎月の収入の一部を節約することを優先することです。貯蓄は将来の財政の安定にとって重要です。どれくらい貯金すべきか？可能であれば、収入の少なくとも 20% を貯蓄することをお勧めします。これは目指すべき良いベンチマークです。お金をよりよく管理するために他に何ができるでしょうか？不必要な借金を避け、既存の借金を返済することが重要です。借金は負担になることがあります。負債を効果的に返済するための戦略にはどのようなものがあるか？
一つのアプローチは、金利の高い債務の返済を優先することです。それは理にかなっています。高金利の借金を返済すれば、長期的にはお金を節約できます。さらに、予期せぬ出費に備えて緊急資金を集めるのが賢明です。緊急資金は、困難な時期にセーフティネットを提供します。緊急時に備えて、どれくらいの貯蓄をすべきか？一般的には、3から6ヶ月分の生活費を節約することが推奨されます。経済的な余裕があると、先行きが不透明な時期でも安心できます。絶対に。長期的な財務成長のためには投資することも重要です。投資は怖いものです。始める方法について何かアドバイスはありますか？ファイナンシャルアドバイザーに調査して指導を求めることをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることは、情報に基づいた投資判断を下すのに役立ちます。さらに、投資を分散させることはリスクの軽減に役立ちます。多様化が鍵です。投資をさまざまな資産に分散させるのは賢明な方法です。最後に、必要に応じて財務計画を定期的に見直し、調整することが重要です。絶え間なく変化する金融環境では、柔軟性と適応性が重要です。その通りだ。常に情報を入手し、積極的に行動することで、お金を効果的に管理できます。アンナ、これらの貴重なヒントを共有してくれてありがとう。それらは実用的で役に立ちます。どういたしまして、ジョン金融に関する知識を身につけることは重要です。スマートマネー管理戦略を学び、実装し続けましょう。絶対に、ジョン。それは経済的幸福への生涯にわたる旅です。賢い言葉、アナ。賢い金融選択をして未来を守ることだ。レッスン14、長持ちするバッテリー寿命。アンナさん、こんにちは。バッテリー寿命が長いデバイスに出くわしたことがありますか？こんにちは、ジョン。はい、最近、バッテリー寿命が長いスマートフォンを発見しました。それは印象的です。そのデバイスのバッテリーはどのくらい持ちますか？頻繁に使用しても、1回の充電で最大2日間使用できます。それは驚くべきことです。多くのスマートフォンは丸1日持ちこたえるのに苦労しています。確かに、バッテリーが長持ちすることは大きな利点です。特に外出先ではそうです。絶対に、デバイスのバッテリーがすぐになくなると、イライラします。特に仕事やコミュニケーションをデバイスに依存している場合は不便です。バッテリー寿命の延長に寄与する特定の機能はありますか？はい、携帯電話はバッテリー使用量を最適化する高度な省電力技術を利用しています。それは印象的です。消費電力を最適化することで、バッテリーの寿命を伸ばすことができます。さらに、この電話機は他のモデルに比べてバッテリー容量が大きくなっています。バッテリー容量が大きいほど、充電間の使用時間が長くなることは間違いありません。
これは、一日中ずっと携帯電話を使っている人にとっては素晴らしい機能です。絶対に、バッテリー寿命が長いと便利で安心です。また、デバイスを中断することなく長期間使用できます。これは、特に旅行中やコンセントから離れているときに大きな利点です。私たちのニーズに遅れずについていける信頼性の高いデバイスがあるのはいつでも素晴らしいことです。間違いなく、長時間持続するバッテリーは多くの消費者に求められている機能です。新しいデバイスを選ぶときは、バッテリーの寿命を考慮することが重要です。他にも、優れたバッテリー性能を備えたデバイスはありますか？はい、バッテリー寿命が長いラップトップやタブレットも見つけました。バッテリーが長持ちするラップトップやタブレットは、外出先での生産性向上に最適です。絶対に。電力不足を心配することなく、仕事やエンターテインメントを楽しむことができます。それは素晴らしいです。バッテリーが長持ちするスマートフォン、ラップトップ、タブレットはゲームチェンジャーです。それらは間違いなく私たちの生活をより簡単で効率的にします。この情報を共有してくれてありがとう、アンナ。バッテリー寿命が長いデバイスについて知っておくと便利です。どういたしまして、ジョン。忙しい生活に支えてくれる装置があるといつも助かります。これからもバッテリー性能が長持ちする技術を探求し、活用していきましょ間違いない、ジョン。私たちのニーズとライフスタイルに合ったデバイスを見つけることがすべてです。う。どこに行っても電源を入れて接続し続けることです。